シルバーフォックスライフへようこそ。今日は私が所有するハーレー・デイビッドソンスポーツスター S の超解説をしていきたいと思います。ハーレー・デイビッドソン、その名を聞けば誰もが思い浮かべるのは空冷 V ツインと重厚な鼓動感。長い歴史の中でハーレーは自由と反骨、そしてアメリカンスピリットの象徴として存在し続けてきました。しかし時代は変わりました。排ガス規制、ライダー層の変化、そして新たな挑戦。ハーレーはついに新しい時代へと踏み出したのです。ハーレーの水冷スポーツエンジンはすべて VR1000 を起点に始まっており、スポーツスター S のレボリューションマックスはその到達点です。その始まりは1990年代に遡ります。AMA スーパーバイクで戦うために開発されたレーシングマシン VR1000。なんとこのバイクには私と一緒にアメリカでレースを始めた友人でもあるトーマス・ウィルソンがハーレーのワークスライダーとしてレースと開発に携わっていました。AMA ミッドオハイオでは見事に3位入賞、表彰台を獲得しています。この VR1000 がハーレーが初めて本格的に手掛けた水冷エンジンでした。その技術はやがて V ロットへと受け継がれ、ポルシェとの共同開発によるレボリューションエンジンが誕生します。そして時代は進み、技術は研ぎ澄まされていき、軽さ、強さ、効率、電子制御、すべてを再定義し、全く新しい時代へと進化しました。約30年前にアメリカで友人のトムが開発に携わったエンジンに、今度は私が日本の公道で乗っているのには何か運命みたいなものを感じています。このバイクを初めて見たとき、多くの人がこれが本当にハーレーなのかと思ったはずです。なんといっても160サイズという極太フロントタイヤがこのバイクの最大の特徴です。まるでファイナルファンタジー7に登場したバイク、ハーディ・デイトナのようで、ゲームやアニメの世界から飛び出してきたようなバイクです。低く構えたシルエットとアップマウントのマフラー、それは従来のハーレーとは異なる走りを意識した造形です。テールはフラットトラックの XR750 をモチーフにデザインされています。スポーツスター S はカフェレーサーのタイトさ、ストリートファイターの武骨さ、そしてダートトラッカーのショートテールを融合した独自のスタイルを持っています。流派を限定せずジャンルミックス型とも言えます。エンジンがフレームの一部として構造体となり、まるで心臓がそのままむき出しになったかのような存在感。しかしそのアグレッシブなフォルムの中には都会的で洗練された雰囲気も共存しています。LED ライト、ショートテール、液晶メーター、すべてがミニマルで現代のストリートに馴染むスマートさを持っています。つまりこのバイクはハーレーらしさを捨てたのではなく、ハーレーらしさの定義を再構築した存在なのです。伝統に縛られず、過去をリスペクトしながらも自らの未来をデザインする。それこそがスポーツスター S の哲学。そしてその姿勢は今を生きるすべてのライダーに問いかけてきます。あなたにとって自由とは何かを。このバイクのインプレッションはスロットルをひねるたびにハーレーとは思えないほどの鋭いレスポンスに驚かされます。このバイクは本当に怖いくらい速いです。121馬力と聞くとさほどでもない感じですが、トルクが最新のドゥカティ・ディアベル V4 と同等の125ニュートンメーターなので、街中ではすっ飛んでいくような速さです。しかしコーナーリング性能はドゥカティのようにはいかないので自制心が必要です。バイクの取り回しは少し癖があり中上級者向けと言えます。スポーツバイクのようにコーナーをバンクして曲がるのではなく、ステアリングを積極的に使って曲げる必要があります。バイクには様々な電子制御が搭載されています。車体に搭載された6軸センサーにより、コーナーリング走行時のバンク角を把握し、車体が傾いた状態でのブレーキやトラクションコントロール介入を最適化する機能も備わっています。フロントブレーキもブレンボ製などでよく効きます。ここからはカスタムについてのお話です。カスタムするにあたって意識したのはスポーツスター S のデザイン画です。市販化に伴って改変された部分をなるべくデザイン画のように低く構えたようなスタイルにしようと思いました。
そこで選んだのが K スピードのディアブロス外装発展キットです。K スピードのディアボロス8点キットはタンクカバー、ヘッドライトカバー、テールライトカバー、前後ウインカーカバー、フェンダーカバー、フロントフォークカバー、テールライト付きシングルシートカバー、メーターカバーから構成されています。タイのバンコクを拠点とする K スピードはアジア圏でもトップクラスの人気を持つカスタムブランドです。デザイナーのタナディット氏の作風には以下のような共通点があります。ブラックアウトの美学、黒を基調にしたマットな質感、車体全体を短く低く詰まったフォルムに変換、アグレッシブだけど都会的な雰囲気をまとわせる、影の存在感を重視したデザインなどが挙げられます。この K スピードのキットを組んだことでより理想的なデザインに近づきました。理想的なポジションを得るためにトランプサイクルのバックステップと LSL ストリートハンドルバーを組み合わせて前傾姿勢が取れるようにしました。高精度なジュラルミンの削り出しパーツはライディングポジションを理想的な角度に変えてくれます。ステップ位置を後方かつ上方にセットすることで走行時の荷重バランスがより自然になり、ワインディングでの安定感が格段に向上しました。ノーマルの高いハンドルとフォワードステップではコーナーリング時にフロントフォークが沈まないのでアンダーステア傾向が強く、コーナーで外にはらむことが多かったですが、ハンドルを下げてバックステップにすることでブレーキング時にはよりフロントに荷重を乗せれるようになり、アンダーステアが弱まってコーナーリングしやすくなりました。また通常スポーツスター S はバンク角が34度しかなかったのですが、より深いバンク角を得ることができました。ステップ位置は4つのポジションに調整可能です。現在私は 475mm バックして高さはプラスマイナス0に設定しています。通常のスポーツバイクくらいのポジションで踏ん張りも効くので格段に運動性能は向上しました。ハーレーのデザイン原画でも数枚はバックステップになっているのが興味深いです。販売の段階ではハーレーとして出す以上、フォワードコントロールは捨てられなかったんだと思います。バックステップは良くも悪くもハーレーらしさを薄めてしまいます。バイク単体ではそんなに見た目は変わりませんが、ライダーが乗った瞬間にポジションが全く変わるので、バイクはヨーロピアンタイプに激変します。これこそが私のカスタムのゴールでした。そして何より特徴的なのがこのマフラーです。ドクター・ジキル&ミスター・ハイド。ヨーロッパ生まれの電子制御可変マフラーです。本社はオランダにあり、ドイツのエンジニアリングとオランダの職人技術で知られているメーカーです。スポーツスター S 用は64万円と高価ですが、つけてみたらその価値が分かりました。またカーボンヒートシールドはとても美しく、エンジンからの熱気も遮断してくれるので、デザイン、機能ともに満足しています。こちらがノーマルマフラーの内部です。音量と排ガス規制のためにいかに効率の悪い排気経路になっているかがわかります。そしてこちらがジキル&ハイドのサイレンサー内部の構造です。可変バルブが閉じている時には排気ガスは外側の細い隙間を通ります。その名の通り、ジキル博士とハイド氏が同居し、ボタン一つでその二面性を呼び起こすことができるのがこの可変マフラーの魅力です。ノーマルマフラーはシャカシャカとした軽い音ですが、こちらのマフラーでは重厚感があり、燃焼の一つ一つを感じることができ、音質が全く変わります。スイッチオンの瞬間、排気音が一変します。低音が深く、濃く、そして重く、1250cc の水冷 V ツインが本来の息吹を取り戻す瞬間です。まるで獣が檻を破って解き放たれるような圧倒的な存在感です。
ルブをオープンにするとアイドリングからすでに迫力があり、空気を震わすような音圧を感じますが、全開にしても爆音系のマフラーほどうるさくなく、それでいてとても迫力のある、そして歯切れのいいサウンドになります。このマフラーをつけて初めて自分はハーレーを運転しているんだと実感したほどなので、超おすすめのカスタムです。これで車検も通るのですから最高です。フロントにはドイツのサンダーバイク製カウルを装着しています。欧州らしいシャープな造形がアメリカンバイクに新しい風を吹き込んでいます。視覚的にも走行風を整え、スポーティーかつ近未来的な雰囲気を演出しています。小さなパーツですが、煩雑なライザー部分を隠せて、これが私のバイクのデザインの肝になっていると思っています。シートは最初はリトアニアのキラーカスタムのプレデターシートをつけていました。しかし少し薄くて長距離はきついので CC ライダー製のシートに交換しました。価格も前後シートとリアフェンダーも含めて3万円前後とかなりリーズナブルなシートです。ブラックにオレンジのスティッチがハーレーにぴったりマッチしています。厚みもほぼ純正シートと同じですが、クッション素材が違うのでソフトに感じます。シートサイドのスティッチが斜めに入っていて、これがシートデザインをシャープに見せています。ベルトドライブ用のベルトガードもプラスチック製から金属製のものに交換しています。肉抜きされたベルトガードとショートテールカウルのデザインが最高です。実は純正ダンロップタイヤには隠れミッキー風なバー&シールドが散りばめられています。クラッチ&ブレーキレバーは SSK スピードラブラック&ゴールドに変更。そしてグリップはハーレー純正のスクリーミングイーグルに交換しています。操作系周りの変更は高級感が増してとても気に入っています。スポーツスター S はトラッカー、ストリート、カフェを融合した独自のスタイルを持っているので、私は一般的なハーレー乗りとは少し違う装いを楽しんでいます。デウスの MX シャツは省エの EX0 によく似合います。ワークマンのデニムは公式カタログにも採用されました。レグナーのワックスシープレザージャケットも公式カタログにコーディネート例として採用されています。こちらはブラックレザーでマッドマックス風にしています。薄手のレザーなので見た目以上に動きやすいです。個人的には一番気に入っているリュウグウレザーのプルアップキャメルのレザージャケットです。本革ウィングネックシングルライダージャケットと呼ばれています。デザインは最高なのですが、ヘルメットと襟部分が干渉するので、次回は襟のないものを買おうと思っています。20代の頃、私はアメリカの AMA でプロレーサーをしていました。しかしその厳しいレース活動の中で、仲間の何人かを事故で失いました。だから引退を決めた時、私は二度とバイクには乗らないと心に誓ったんです。けれど、あれから12年後、父が脳内出血で倒れ植物状態になりました。1年半にわたる介護生活の中で、私の心も限界に近づいていました。そんな時、妻が静かに言いました。またバイクに乗ってみたら？その一言で私はドゥカティを手にしました。そして驚いたことに、体も心もみるみる元気を取り戻していったんです。バイクは五感を総動員しなければ動かせない乗り物。風、音、振動、匂い、そして路面の感覚、それらが自律神経を刺激し、生きる力を呼び覚ましてくれました。あれからさらに17年、今私は58歳になりました。今度はバイクが老化防止に役立つことを実感しています。実際にバイクが脳の活性化に効果があるという研究結果も出ています。元プロレーサーとして自分のスキルがどれだけ衰え、どの程度セーブすべきか、それはよくわかっています。だから今は常に 60% の力でセーブして走っています。
そして何よりも私が大切にしている言葉があります。それは禅の教えにもある今を生きるということ。過ぎた過去を悔やまず、まだ見ぬ未来を恐れず、今この瞬間に全ての意識を注ぐ。それが私にとってのライディングそのものなんです。バイクに乗っていると、まさにその今を生きている感覚を強く感じます。これからもこの感覚を大切にバイクに乗り続けられたらと思っています。そして皆さんのセーフライドを心からお祈りしています。ご視聴ありがとうございました。いいねボタンとチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。それではまた次のチャンネルでお会いしましょう。